皆さんこんにちは、チャー旅です。北陸富山県にやってきました。日本海と北アルプスに恵まれた自然豊かな富山。紅葉の美しい絶景に美味しいイタリアンランチ、温泉にクルーズまで1日で富山の魅力を大満喫。絶品グルメと街歩き、チャオ旅ならではの旅をお楽しみください。それでは富山の旅に出発。早朝の富山駅からスタート。今回のプランがこちら。宇奈月温泉から岩瀬浜、富山を巡るアクティブな一日。季節を巡る絶景から地元食材のランチ、国内でも珍しい水のエレベーターを体験しながら富山のいいとこを一日で巡ります。まずは富山駅から北陸新幹線白鷹号に乗って黒部宇奈月温泉駅へ。そこから温泉街へ向かうローカル電車に乗り換え、紅葉に染まる宇奈月温泉を目指します。宇奈月温泉は温泉はもちろんですが、黒部峡谷トロッコ電車が有名です。これが昔のトロッコ。トロッコ電車の始まり。もともとは大きい発電所を作るために専用鉄道として建設が始まったんや。平成6年頃までは観光客の輸送にも使用されていた。これがすごい。作業員さん乗せつつ兼用みたいなね。すごいね。すごい。書いてるんが、美しい黒部峡谷の秘境を探訪したいという登山客や一般観光客からの乗車希望が絶えず、命の保証をしないという前提で便乗を認めることとなった。すごいな。やばくない？命の保証をしないやろ。まあそれはないよね。ねまもなく下山宇奈月温泉方面の列車が参ります。次は北山です。ローカル電車で大きく揺られていると、車窓も徐々に美しい紅葉に変わっていきます。宇奈月温泉に到着すると、オレンジ色の機関車が行ったり来たり、お客さんを迎えるため朝から大忙しです。トロッコがホームに到着すると、次々お客さんが吸い込まれていきます。いや、いい景色やね。すごいね。実際に見るとすごい迫力あっていいね。紅葉と赤い橋とこの川ね。もうすぐトロッコ通るらしいから、お、ちょっとそれを見ていこう。頑張って撮ろう。日本一深い V 字谷で有名な黒部峡谷。上流には日本一大きな黒部ダムがあります。トロッコは約20キロ先の欅平まで運行されていましたが、令和6年能登半島地震による影響で途中の猫又駅で折り返し運行が実施されています。乗ってる雰囲気は味わったな。トロッコ電車に乗って絶景を見に行くのもいいですが、乗ってしまうと往復2時間コースになってしまうので、今回はお見送りのみ。次来るときはぜひ乗りたいです。宇奈月駅の前には関西電力の施設、黒部川電気記念館。黒部峡谷の自然と水力発電、電源開発について詳しく知れます。なんとここでカーネギー社製のレールを購入しました。実際に使われていたレールで、しかもシリアルナンバー入り、記念になります。かわいい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 。茶箱発見。最近でも増えとるよね、これ。増えた。めっちゃおしゃれやん。めっちゃおしゃれ。お土産にもいいよね。私の大好きな牛さん、可愛すぎる。滞在中にこんなに買っていました。愛の風さん、富山アルペン乳業さん、素敵な商品をありがとう。
トロッコを見送った後は駅前の温泉街をぶらっとお散歩。開湯100年を迎えた宇奈月温泉。源泉は黒部川上流の黒薙温泉。昔は木管が約7キロにわたり敷設されていました。そんな木管をめぐるトラブルが宇奈月温泉木管事件。権利の乱用を禁止した方角の聖地です。そんなエピソードを形にした和菓子を購入しました。これ星座占いだよ。回す感じ？温泉にゆっくり入ろう。今年はこれで風邪ひかんちゃ。温泉に連れてってください。行くぞ温泉。というわけで駅隣接の足湯にやってきました。宇奈月の湯は滑らかな肌触りが特徴。めっちゃいい湯じゃない？あったかい。寝れそう。幸せ、ずっと入っとれる。気になる釜飯のお店もありましたが、この後ランチの予定もあるので富山市へ戻ります。新黒部駅までは特急料金がついた往復切符で少しお得になりました。30分かけた道を17分で回送する列車。躍動感を感じる走り。結構揺れてたので和菓子は電車を降りていただきます。新幹線を待つ間に駅前のベンチでおやつタイム。六法全書と木管をイメージした素敵な和菓子六本全菓。これはお家に帰っていただきます。朝早かったので小腹が空きました。繊細な味と作りを楽しめる和菓子の世界、とても好きです。駅隣接のお土産ショップに立ち寄ると富山駅では見なかったお土産がたくさん。ここは雑貨の種類も豊富で高岡に本社を持つジャポニカ学習帳もありました。新幹線で12分、お隣の富山駅へ。富山を走る路面電車に乗り換え、次は北前船が寄港した岩瀬へ向かいます。日本初の本格的な LRT、 岩瀬浜まで旧 JR 富山港線の路線を走行します。北海道と大阪を結んだ北前船の交易で栄えた町岩瀬。当時の海鮮問屋の様子を知ることができます。これ長期休業中かも。森屋。地震で修復がどうかっていう。これだ。こことね、もう一個の方がなんか見学できるはず。じゃあそこに行ってみよう。ここも重要文化財。すごい。そこから人増えてくる。江戸後期から活躍した北前選手、海鮮問屋の家馬場家さんを見学させていただきます。通り庭と呼ばれる長さ30メートルもある廊下。これは本当に廊下と思うほど、幅も約3メートルあり、高さ奥行きに圧倒されます。33畳もある甥と呼ばれる広間。変わった畳の配置ですが、川のせせらぎを表しており、縁起のいい意味が込められているそうです。他にも畳廊下と呼ばれる珍しい廊下や、明るい L 字型の長い縁側など、部屋の一つ一つに意味があります。ゆっくり見学するには20分から30分くらいあると安心です。蔵の一部はビール醸造所になっていて大人気なお店でした。これ公園に今ガス灯があるんだけど、岩瀬は大正期に日本でいち早くコンクリートとかガス灯、西洋建築技術を取り入れた地域の一つなんだって。あ、そうなんか横浜とかさ、敦賀神戸、そういうイメージだよね。やんね。大塚屋さんで名物三角どら焼きを購入しました。後で食べてみよう。三角形のどら焼きが2個入ってるんだって、この中に。すごいね。薄皮に包まれたたっぷりの粒あん、三角形の珍しいどら焼きでした。楽しみにしていた岩瀬でのランチ。ピアット鈴木チンクエさんにお邪魔しました。富山の豊かな食材を生かした和テイストのイタリアン。あの黄色い人気者もランチに来ていました。
イタリア語で昼食を意味するプランゾ A というランチコースをオーダー。前菜の盛り合わせ、選べるパスタ、パンがいただけます。もこもこの泡が乗った前菜の盛り合わせ。この泡が醤油風味のソースになっていました。一品一品すべてが美味しくて大満足な一皿です。パスタメニューは定期的に更新されるそうです。2人で2種類のパスタを頼んだところ、1人前ずつ盛り付けてくださいました。2種類のパスタが楽しめてとても嬉しかったです。県の食材を使用したメニューもあり、とても美味しく素敵なランチタイムになりました。お店の前に食後の運動にぴったりの展望台を発見。常夜灯モチーフの展望台は階段のみ。階段が厳しいほど景色の期待が膨らみます。ビル8階相当の高さからの眺め、北アルプスが綺麗に見えました。無料で使える双眼鏡を覗けば山の尾根まで綺麗に見えました。この後は富岩運河という運河をクルーズで富山駅の方に戻ります。日本でも数少ないパナマ運河方式の肛門、水の高さ変えるシステム、体験できるの？そう。なんかシステムは聞いたことあるけど、体験はしたことないな。北前船で栄えた歴史ある港町岩瀬を出港。岩瀬運河から眺める雄大な北アルプス、富山の自然を感じる瞬間です。船は岩瀬運河から富岩運河へ。神通川に並行して建設された全長約 5.1 キロの運河。富山の産業を支えた歴史ある水路、現在は富山の観光を支えています。このクルーズのハイライトは水のエレベーターこと中島肛門。肛門は水位の異なる水面を船が通過するための装置。中島肛門ではパナマ運河と同じ仕組みを採用しています。前後の水門を閉じ、いよいよ水位を調節。この後色の境目まで上昇するなんて、どんな景色が見れるのかワクワクします。岩瀬川と関水公園側ではなんと約 2.5 メートルもの水位差。船体がゆっくりと静かに上昇していきます。よーく岸壁を見ていないと水位の上昇に気づきません。画面中央の小屋で肛門の水位や海平を操作。関水公園から中島肛門往復コースなら下船して操作室を見学できるそうです。ガイドさんの説明を聞いている間にこんなにも上昇していました。肛門に入った時の目線がこちら。すごい、歩いている人たちと同じ目線になりました。水位調節が終わると前方の水門が開き、関水公園のある高い水面を進みます。神通川の流れを変える工事とともに誕生した富岩運河。重要文化財の中島肛門とともに水運から富山の歴史を感じられました。乗船記念カードもいただきました。春は桜が綺麗なようで、また違った景色を楽しめそうです。富山湾に面する岩瀬を出発して約1時間、富山駅の北側に位置する富岩運河関水公園に到着しました。世界一美しいスタバでおなじみの公園です。この後立ち寄りましたが約1時間待ち。このテラスからの眺めはまた今度。午後になるにつれ立山連峰が少しずつ隠れ始めました。ただカメラ次第でくっきり映ります。富山の旅、続いて訪れるのは薬と富山を象徴する池田屋安兵衛さん。江戸城で大名の危機を救ったことから一躍有名になった富山の薬。この丸い粒が胃腸薬半言炭。この粒が富山の薬売りの始まりです。タイミングが良ければ実演も見れるそうです。
薬売りが使用した柳氷という荷物入れ、昔は商人が土産として渡していた紙風船、いわゆるサブスクのような家庭薬の薬箱も展示されています。これが池田屋さんの看板商品、越中ファンゴンタン。他にもレトロなパッケージの薬がたくさん販売されています。大阪だとシャレの駄菓子ですが、ここは本当の薬。はい、というわけで富山の薬屋さん池田屋安兵衛さんで漢方を購入しました。最後に訪れるのは池田屋さんからほど近い富山ガラス美術館。建築家隈研吾さんが設計を手掛けた美術館です。木のイメージが強い隈さんの建築、意外な外観です。いや、なんかここに図書館あるってすごいよね。いや、すごいよ。めっちゃおしゃれ。ちょっと映えの方で見ちゃうけど、実はガラスと富山ってすっごい関係があって、薬売りのさっき池田屋さん行ったやん、あれは江戸時代やけど、明治大正期になると保存容器としてガラスの需要が高くなったんよね。あ、薬を保存するためのガラス、そこつながってるんだ。そう、街づくりとして、ガラス工芸による新しい文化創造を掲げて、そう市民を巻き込んで、ガラスの文化をどんどんこう発展させようっていう取り組みが続けられてる。この富山はガラスの研究もできるし、販売もできて、かつ展示もできる。すごい。その施設の一つがこのガラス美術館富山きらりっていう、ちゃんと歴史を大切にしてる施設なんだ。そう、図書館との複合施設にはなってるけど、市民が展示を見て、ガラスを購入することができるショップもあったけど、そういう場所なんだって。最初は薬から始まってるんだ。そう、なんかそもそも富山市がいろんなさ、昔からの伝統工芸とかそういう歴史を大切にしてるのが見えるよね。過去からちゃんと現代にまで全部つながってるんよね。昔も知れて、かつ今にもつながってて、観光しててもすごい楽しむ。とてもいい街づくりですね。いいよね。最後の締めはやっぱりお寿司。きときと寿司さんで北陸の新鮮なお寿司を中心にいただきました。白エビはお味噌汁で。最後まで大満喫の富山旅、ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録で応援お願いします。また次の旅でお会いしましょう。